和牛のレストランに着きました。今から和牛を食べます。ギリギリ。今日は和牛とロブスター2つ食べます。今行きよ。What's the menu? It's usually like 150 yen. Steak. If you order a course, $20. This. まずはかぼちゃのコーンポタージュ。おいしい？オマールエビが1尾で6000円。この前 YouTube でアンケートを取って日本語で動画を撮ってもいいんじゃないっていう意見があったので、今日はちょっと日本語で動画を撮ります。あとそれと今回はレストランにオマールエビがあったんで、オマールエビも美味しそうかなと思って和牛と一緒にオーダーしました。オマールエビの方が全然和牛より高いっていうね、謎だけど多分この動画を見てるっていうことは和牛のしずるでリラックスしたいなみたいな人が多いと思うんで、もしリラックスしながら動画を見て日本語を少し知れたなって思えればそれがベストかなと思います。このエビがめちゃくちゃ美味しくて、さすがに値段が高いだけあるなっては思った。このめっちゃ大きなバターを溶かして、その上に醤油をかけて、その汁を全部オマールエビにかけてくれるんだけど、そのソースがオマールエビとめっちゃ合ってて最高だった。食べてみたよ。食べて。お箸。Look at this. This is omi. すごい。Yeah. So good. めっちゃ美味しかったんだけどちょっと食べにくかったね。しかも高級レストランだから、手を使って食べるのもなんか嫌だし、結局お箸を使うのを諦めてフォークとナイフで食べました。肉だけじゃなくて味噌っていうんだけど、頭の部分の緑のところがめちゃくちゃ美味しかったね。I gave up and asked for pork and I. これを食べるのお箸だけは難しい。次は和牛お肉。
いろいろ九州を旅行していて、今日は僕たちにとって九州本土の最後の県、佐賀県に来ています。この前は宮崎で宮崎和牛、めっちゃもう和牛だったら一番有名な和牛を食べたんですけど、今回は伊万里牛を食べに来ました。伊万里牛と佐賀牛っていう2つのブランドがあるんですけど、これは名前が違うだけで、ほとんど同じ和牛らしいです。今回はオマールエビも食べるんで、和牛に関しては少し安めのイチボっていう部位を3300円で食べました。レモンソース塩でございます。はい。塩。和牛については A1 から A5 までのランキングシステムがあって、 A5 の和牛っていうのはもう本当に桜って言われてめちゃくちゃピンクな和牛なんだけど、だいたいレストランで食べるのは A3 から A5 までが普通。A5 だとすっごい油が乗りすぎて、A3 ぐらいが多分ちょうどいい油の乗り具合で、お財布にも健康的っていう、自分の好みだけどね。この前食べた宮崎和牛と一緒で、肉質はめっちゃ柔らかくて油がよく入ってるからとても美味しかったです。日本に来ていろいろレストランに行くことがあると思うけど、祝日だったり有名なレストランに行くときは絶対前々から電話して予約した方がいいと思う。
カウンターで食べるような鉄板焼きのレストランだったら、特に前々から電話してカウンター席でお願いしますって予約しておいた方がいいです。せっかく和牛をね鉄板で食べるんだから、シェフのパフォーマンスは味の半分でしょ。だから絶対カウンターで食べた方が美味しいよ。いや、塩とニンニクじゃない？上にニンニクのけて、そうで塩そう柔らかい。